こんにちは。もちまる日記ゆっくりレビュー、第26回です。もちまる日記、炎上商法に、切り替えたかもしれないよ。またなんか、とんでも動画出したの？もちまるを新幹線に乗せて、車掌さんに頼んで、本来の用途とは違う使い方で、特別に、多目的室を使わせてもらった挙句、そこで撮影した動画をアップしてる。そうなんだ。またどうして、新幹線になんか乗せたの？下僕が出張で、もちまるを置いていくより、連れて行く方がいいと思ったんだって。下僕の出張って、また、しらける設定だね。顛末聞けば、真相察しだけど、どこ行ったの？新幹線の次の日は、もちまると一緒に、フォーシーズンズホテル京都の、いい部屋に泊まった動画出してたよ。ホテル名出して宣伝してたの？にゃ。ホテル名は出てなかったよ。あのホテルは、特定の部屋だけ、ペットを OK にしてるんだ。ホテルが京都ってことは、東海道新幹線に乗ったんだね。そう。鉄道に詳しい人に、教えてもらったんだけど、乗ったのは、N700S っていう、去年の7月に投入された新幹線の、グリーン席。多目的室見てみる？これが、デッキから見た多目的室で、なんか、車椅子や、緑十字のマークがあるね。マークをアップしたのがこれ。やっぱり車椅子と、あと赤ちゃんを抱っこしてるマークだね。体の不自由な方や、赤ちゃんの世話に使える部屋ってこと？マークの下に書いてある、注意書きがこれ。読んでみてくれる？お体の不自由な方優先です。ご利用がない場合には、授乳や、お客様の体調が思わしくない時にも、ご利用できます。乗務員までお申し付けください。中はこんな感じで、この座席は、倒してフルフラットのベッドにもできるんだって。へえ。新幹線の中に、多目的室はいくつあるの？ 1編成に、1箇所だけ。普段は鍵がかけられていて、利用には、車掌の許可が必要なんだ。そんな部屋、なんでもちまると下僕が利用したの？もちまる具合悪くなったとか？動画の字幕では、新幹線の移動が長いため、もち様が休憩できる場所を聞いたところ、多目的室が空いているということで、もち様のトイレや水分補給のために、そちらをお借りすることに、と説明が入って、次はもう、多目的室にいる場面になってる。さっきの、多目的室入り口のマークからすると、ペットの世話に使っていい部屋だとは、思えないんだけど。そうだね。ペットを連れてる、他の人はどうしてるのか、調べてみたら、驚きだったよ。まず JR 東海では、ペットの持ち込みについて、手回り品の項目で、こんな風に案内してたよ。子犬や猫は、動物専用のケースに入れていれば、手回り品料金、1個につき290円で持ち込めるんだ。安いね。ただし、注意書きも読んでくれる？動物専用のケースに入っていない場合や、ペットケースの制限縦、横、高さの合計が120センチ以内、ケースと動物を合わせた重さが10キロ以内を超えるものは、持ち込むことはできません。小動物ペット等を持ち込まれる場合は、駅や車内では、ケースから出さないようお願いいたします。車内だけじゃなくて、駅でもケースから出しちゃいけないって、結構厳しい規定があるんだね。他にも、ペットは、全身が入るケースに入れてください。抱いたままや、バッグに入れた状態では、ご利用いただけませんって。わかりやすく、こんなパンフレットも出してるよ。一旦、駅に入ったら、ケースから出しちゃいけないんなら、猫のトイレは、みんなどうしてるの？排泄や、乗り物酔いで嘔吐してしまう場合に備えて、ケースの中に、トイレシートを敷いた上で、予備のシートも用意してる。食事は？食べると乗り物酔いしやすくなるから、乗る数時間前に済ませてる。水分補給は？猫をケースから出さずに、スポイトや注射器型の給水器で、水分補給してる。みんな、ルールを守るために工夫してるんだね。偉いね。一方、下僕は字幕でなんて言ってたっけ？新幹線の移動が長いため、もち様が休憩できる場所を聞いたところ、いや、移動時間長いのに、
連れ出したの自分でしょ。多目的室が空いているということで、もち様のトイレや水分補給のために、そちらをお借りすることに。もちまるが休憩できる場所、トイレや水分補給のために借りられる、場所があって当然、と思ってるような説明だね。まさか、駅や車内では、ケースから出せないっていうルールさえ調べずに、トイレシートとか、何の準備もしてなかったとか？あり得ると思うよ。出発前、旅行用に、特別な準備したとは言ってない一方で、いつものトイレ持ってくって写してたからね。多目的室で、ここならキャリーから出してもいいとのことですって、下僕は言ってるけど、車掌が許可したなら、特例だね。そうだね。車内は愚か、駅でも動物をケースから出せないっていう、はっきりした規則があるのに、車掌が許可したとしたら、下僕が適切な準備をしてない状況で、ケースの中で排泄されては、匂いや衛生上、他の乗客の迷惑になるからという理由での、やむにやまれぬ車掌判断だったのかもしれないね。動画の中では、もちまるの具合が悪いとか、一言も言ってなかったけど、後で説明欄に、キャリーの中でちょいしんどそうにしてたので、多目的室をお借りしましたって追加してたね。猫が具合悪ければ、多目的室使えるの？都内在住の飼い主さんが、山口県の実家まで、猫3匹連れて、新幹線に乗った時の失敗談を見て、考えてみようか。1匹は新幹線内で、キャリーの中に追うと、もう1匹は、乗り物酔いでよだれだらだらという、辛い状況になってしまったんだ。大変じゃん。この飼い主さんが、処理したいと、車掌に相談したところ、アレルギーの人も使うトイレなので、本来車掌室を使わせるところ、混んでて車掌室まで行けなかったので、トイレで処理するよう。ただし、猫を外に出さないよう、また、毛をきれいに掃除して出るよう、注意されたそうだよ。この飼い主さんは、ひどいアレルギーの人にとっては、命に関わる重大なことです。新幹線で猫をキャリーバッグから出したり、蓋を開けたりするのは、絶対にやめましょう、と書いてるね。特別に便宜を図ってもらえたわけじゃないのに、アレルギーの人のことまで気遣って反省できるって、立派だね。そうだね。多目的室を使わせてもらった、下僕のその後を見てみようか。チュールを食べて抱っこしたら、落ち着いたおもちわらから動画の最後まで、1分間以上も、抱っこと車窓風景を映してるね。そして、動画の説明欄に追加した文言の最後は、キャリーを開けること、多目的室で持ち様を抱っこすること、トイレ、水とチュールをあげることは、車掌さんに許可をいただいております、下僕。わかってないなぁ。一番の問題は、車掌が特別に許可を出したとしても、それに乗じて動画を撮って、公共の場に、晒してることなんだよね。最後まで見てくれて、ありがとう。今日の動画の評価、いいか悪いか、どちらかクリックお願いします。どちらかクリックしてくれたかな？ありがとう、またね。